皆さんこんにちは。動画やネット記事が溢れかえる現代社会。じっくり閲覧する時間すらもない若者たちは、倍速再生やスキップ、タイトルや概略だけで判断するというようなことをしている人が多いようですね。生産者側としては非常に悲しいことではありますが、見てくれている分だけまだありがたいのかなとも思ってしまいます。きちんと言いたいことが伝わっていれば、ですけれど、私の喋り方が遅いという意見がありますが、そういった背景もあるのかな。遅い喋りだとイライラしてしまうだけかもしれませんけれど、昔よりは早く喋るようになったんですよ。私、コンテンツを消費するスピードよりも早く、どんどん動画を作っていかないと思うメイドのリコです。私はレビューのためにじっくりと作品を読ませていただきますよ。じっくり読ませていただいた結果、今回レビューする作品はこちらです。レジェンドです。ナロー系特有のクソ長あらすじタイトルとは違い、すっきりしていますね。初めてこんなに短いタイトルのナロー系作品を見ました。サブタイトルもなく、たった1単語で収めてしまうなんて、どのような物語なのか想像できませんね。作者は、神奈月紅様です。物語の大筋としては良かったと思います。ただね、ちょこちょこと悪い部分が見えてしまいますね。主に作画で、漫画家さんって選べないんですよね。こういうのって、原作者さんにとっても、漫画家さんにとっても、悪かったかなと思いました。そんな、どっちも悪い作品のあらすじを言った後に感想を述べていこうと思います。これよりネタバレが含まれますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、レジェンドのあらすじはこちらです。主人公、佐伯玲二は工事現場の頭上から鉄骨が降ってきて、無事ぺしゃんこ。精神世界という場所で、マリモ姿の魔術師、ゼパイルに転生させる代わりにあることを頼まれます。それは、自分たちが作った超すごい魔術、魔獣術を受け継いでほしいというものでした。レイジはそれを承諾し、ゼパイルの魂と融合して異世界転生を果たしました。レイジの肉体は魔術の粋を集めて作られた特級品でした。フロー設定に驚異的な身体能力に超スピードの回復力。ゼパイルと融合したので知識豊富。よし、じゃあこの肉体を持って魔獣術を早速やってみよう。と、一生に一度しかできない魔術を使い、グリフォンを召喚します。その後、レイジはレイと名乗り、グリフォンと共に、お決まりの冒険者ギルドへ行き、冒険者になります。あ、もちろんナロー系お決まりの、チンピラな先輩冒険者に絡まれる、ボコボコにする。という展開もありますよ。絡んできた冒険者を鼻で笑い、傲慢に見下しバッサバッサ切り伏せて倒しました。そこまでやるの？という感じで、武器防具、アイテムを奪取しました。強さを民衆にアピールすることに成功はしたものの、少し惹かれてしまうレイでした。そんな感じで、強さアピールができたレイの冒険が始まります。よくあるナロー系な気がするけれど、実は面白い物語なんじゃないの？と思った作品ですね。まずは作画について。ものすごく簡素。最初のゼパイルとレイの会話シーンからして手抜き感が溢れてます。マリモ姿はスライム倒して3爆年でもありましたが、片方はまだ形ありましたからね。背景はほぼなし、建物は定規で描いたかのようにまっすぐ均衡、厚みが感じられない。そしてギルドの建物内なんですけれどね。笑っちゃうぐらい何もない空間なんですよね。だだっ広い空間にテーブルが2つ。引きの絵だと描き込む量が増えるからか、極力アップな絵が多いんですよね。あとやはり気になるのが主人公ですよね。異世界賢者と同じように、ずっとじとめなんですよ、この主人公。異世界賢者よりはまだ感情が感じられますけど、感情といっても、他者を見下すような、傲慢で万能感に浸っているような感情ですけれど、どうしてキャラをじとめの元気なさそうな、陰鬱そうな、やる気の感じられないように描くんでしょうか。
原作からそうだとしたらどうしてそんな設定にしてしまったのか理解に苦しみます。誤解しないでほしいのは、キャラ絵自体はすごくいいと思いましたよ。キャラ自体の絵は結構いいですから、キャラが得意な漫画家さんだったんでしょうね。漫画家というかイラストレーター、背景を描くアシスタントっていないんでしょうか。お金出したら赤字になるくらいもらえてないのかしら。だったら出版社が悪いと言えなくもないですね。そこまで重要視していない作品ということで軽視されてるってわけですよね。全部一人でやってるんだったらこれくらい手抜きしたくなりますよね。次に物語のツッコミどころさんを言っていきましょうか。ゼパイルという魔獣術を作ったおじいさんについてのツッコミどころが多いですね。どうして異世界から後継者を連れてくる必要があったの？あなたの世界にもたくさんの人間がいますよね。この世界には魔獣術というのを告げるほどの魔力を持った人間はいないと言いましたよ。言いましたけれど、異世界の人間を探すのにさえ数百年かかっているんですよね。しかも後に判明したのですが、書物を見ると数千年は昔の話でおとぎ話になっていました。そんな長い間、自分の世界で資質のある人間が一人も出なかったんですか？そんなことありえるんですか？また、ゼパイル一門が粋を集めて作った不老処置がされている主人公の肉体。不老な肉体だったら、自分の魂をそこに入れればいいだけだったんじゃないのかしら？絶対に、異世界から魂を持ってきて肉体に埋め込む、というより簡単だと思うんです。異世界から魂を持ってくる工程を省いているんですから。どうして自分が入らなかったのかが謎です。謎ですが、私は一つ仮説を思いついたんですよ。その前に、まずは主人公について見ていきましょう。主人公はごく平凡な高校生でした。夏休みに炎天下の中小説の新刊を買うためにわざわざ1時間も自転車を漕ぐような本好きです。それが転生した途端、自分から接する時以外は人間を雑魚魔物かのように見下し、傲慢な態度で接し、なんとも思っていない感じで残忍な顔で平然と相手に危害を加えるようになります。いつもでしたら、なんだこのクズ主人公と思っているところなのですが、よくよく考えてみたんです。なんでこんなに性格が変わってしまったのかなと。で、思い当たることといえば、時々主人公が言う。ゼパイルと融合したからな。これは、人間はゴミ、支配、もしくは滅ぼせ。というゼパイルの意志が介入してるんじゃないかなと。ここで、先ほど言っていた、どうして自分の魂を入れなかったかの仮説なのですが、肉体は作っておいたんだけど、そこに入る前に人間に封印されたんじゃないのかしら。自分は封印されて直接は動けないけど、魂に語りかけることや、あらかじめ用意しておいた魂を肉体に宿らせる魔術の起動はできるんじゃないのかなって。そこにちょうどいいカモが現れたから、自分の意志をこっそり入れて転生させる。徐々に魂を乗っ取っていき、本体を解放するとか、霊の体を使って地上に降臨するつもりなんじゃないかな。すごい面白そうじゃない？主人公が異世界賢者ばりにずーっとじとめなのや、残忍な顔を見せるのもゼパイルに支配されつつあるからなんです。じとめなのは自分の意識がなくなってきている現れなんですよ。眠たくなってくるとまぶたがだんだんと閉じていく感じで、なんで異世界からわざわざ召喚したのという疑問は残りますが、ゼパイルに関しては辻褄が合うと思うんです。もし私の仮説通りだったら結構面白そうだと思いました。ひねりのある物語で見どころがありそうです。面白くなるかつまらなくなるか分かれる作品なんじゃないかと思いました。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。